皆さんこんにちは、まいこでございます。本日はですね、秋コスメを使って、こなれメイクをしていきたいと思います。出来上がりはこんな感じです。髪の色もね、だいぶ青入れただけなんだけど、結構ねトーンダウンしてちょっと秋仕様な雰囲気、ちょっとフェスっぽい感じもあるけどがあるので、ちょっとこれにも合うんじゃないかなと勝手に思っています。はい、今日のポイントはこの2つ、スックのカラーインクリキッドアイライナーと、シャネルのアイシャドウノアスプリームでいいのかな、こちらの2つをポイントにした、メイクをしていきたいと思います。あとですね、この間この辺のアップデートに関しての動画をアップしたと思うんですけども、皆さんから本当に温かいメッセージをたくさんもらって、動画アップした時すっごい不安な気持ちでいっぱいだったんですけど、不安が一気に吹き飛びました。成功してよかったねとか、自分がハッピーだったらいいんだよっていう心強い応援のメッセージを書いてくださって、もうちょっとほんとずっと目うるうるしてましたあの日はい、ありがとうございます。まだねちょっとこの辺の凸凹が残ってるので、ちょっとアイメイクアップにする時大丈夫かしらって思うかもしれないんですけど、全然痛みもないし、化粧をするとそんなに目立たないので、今ちょっとこう見ても分かると思うんですけど、化粧するとそんなに目立たなくなるので大丈夫ですはい、それでは早速進めてまいりましょう。スタート。それでは早速始めていきたいと思います。今ちょっと寿司屋から帰ってきたばっかりで、この顔で寿司屋行ったんですよ。やばいですよね。いつも行くところだから全然気にしないんだけど、はい。じゃあ下地から塗ってきます。クリオのプレステップピーチトーンプライマー。なんか今日ちょっと顔の木くすみっていうかどんよりしてる感じがするので、今日これを使おうかなと思ったんですけど、こんな感じでピンクベージュみたいな、結構ピンク味が分かりやすい感じに入ってます。これ SPF30 も入ってるんだ。日焼け止め塗らなくてもよかったかも。これちょうどいい感じに色補正もしてくれるし、ファンデーションと肌との間のノリって感じのなんかね、密着力がすごい上がるからすごい気に入ってます。ファンデーションはこちらゲランのレセンティルだっけな、これちょっと名前が読めない、フランス語。デソンシエル。私はお色 035N ニュートラルの色使ってます。なんかこれファンデーション上半期ベスコスか、上半期のベスコスであらゆる雑誌総のめしてましたよねって思って買っちゃったんですけど、あと視聴者様に勧めていただいて興味持って買ったんですけど、これほんとすごいよくって、もうしっとりするしカバー力高いし、もう仕上がりがとにかく滑らかって感じ。サラッサラツヤツヤ。ちなみにこのスポンジ、これも最近ちょっと手に入れたもので、マイクロファイバーのこうサラサラの表面というか生地になってて、ジュノコっていうブランドのものなんですけど、これいいです。最初なんかちょっと痛いかなって、これ一応すごい細かい毛が生えてるみたいな感じなんで、ちょっとねチクチクするなと思ったんだけど、それを1回目だけでちゃんとしっかり最初に洗ってあげるとふわふわになります。ブラシとスポンジを合わせてちょっとスポンジ寄りにした感じ、めっちゃ使いやすい。このポンポンするだけじゃなくて、こう滑らせてもね結構いい感じに使えます。こんな感じでツヤツヤじゃない？この湿度の高い仕上がりがすごい気に入っております。今日はねいつもより毛穴がそんなに目立たない、結構割とふっくらしてるから色補正寄りの下地にしたんですけど、毛穴が気になる時はイヴ・サンローランのこれが相性がいい気がします。私はこの2つ結構よく使います。ファンデーションがツヤ系なのでやだ漏れてる。なんかクラックすごい、ここにひび入ってんだけど、やばい。落としてないのにな。私は色ハニーライトさんっていう色を使ってます。なんかちょっとねピーチがかってて、このクマとか隠すのにちょうどいい色味なんですよね。まだこの目頭が赤くなってるので、こっちまでねちょっと伸ばします。次は大きいシミを隠していきます。いつも通り資生堂のスポーツカバーで小さい筆を使っていきます。このファンで本当にカバー力高いから、あんまりねここのやばい濃いシミはそんな目立たないんだよね。でも1日をかけてちょっとずつ剥げてくるから、その時のためにちょっとだけのっけておきます。
粉は私ちょっと前にね、ちょっとめっちゃいいけど、NARS のセッティングパウダーのレフ版ってみんなよく言ってる、これちょっとマジ買ってよかったなと思って。すっごいサラッサラになる。レフ版かどうかって言ったらちょっとよくわかんないけども、つけるじゃない、こうやってもうねサラサラになるの。粉っぽさが一切なくって、なんで早く買わなかったんだろうってちょっと後悔しました。磨くようにね、くるくるのっけていきます。ほらもうサラッサラだもん。ファンデーションがこうツヤっぽい湿度の高い感じだから、あんまりこうマットな感じには仕上げたくなくって、そうじゃなくてね、本当に持ちだけを良くしてくれるみたいな役割をしてくれるので好きです。シェーディングはですね、ジャンセンムルのジョンセンムルか、私はいまだにジャンセンムルかジョンセンムルかね迷うんだよね。ジョンセンムルかな。アーティストコントゥアパレット、これがハイライトカラーになってて、これが軽めのシェーディング、ちょっとねシマーな感じです。でこっちの脇がすごいパッと見てるんだけども、こっちがちょっとだけ明るい色、こっちがダークブラウンになっていて、このね脇のこの2つと混ぜて使ったりして、こう鼻のこの辺、鼻の先っちょの凹凸を作るのにすごい綺麗に作れます。あとね、この粉質がめちゃめちゃよくって、ちょっと言いながらやりますね。これはね本当に粉質がよくって全然落ちないの。本当用のパウダーって結構柔らかめのが、私が使ってるやつ多くって、落ちやすいのが多かったんですけど、これはねもう1回つけたら絶対落ちない。これはすごくお肌に磨きがかかるっていう感じで気に入っております。一つ難点を言うのであれば、このなんか私大きいブラシで使うのが好きだから、このねこう細く潰してこうつけないと横の色についちゃうっていうね、それだけ本当直してほしいもうちょっとねこの色と色との隙間を離してほしかったかな。でも粉質には変えられない、本当にいい粉質。 OK です。これでベース OK。今日は秋のこなれ感を出したいので、ちょっとね太めの眉毛、ちょっと無造作な感じに仕上げたいと思います。眉毛にもね使えるのがいいんですよ。これと混ぜて、ついでにノーズシャドウもやっていきます。やっぱり最初にパウダーを入れることで持続力もアップするし、持続力もアップするし、こう無造作感というかナチュラルな感じ、こなれ感も出るので、2段階踏むのは、時間があればマストですね。前ウェイクのさリキッドがすごいいいって紹介したと思うんですけど、今ちょうどインクなくなっちゃって、今月韓国行くからもうねちょっと封印してるんですよ。ちょっと早く買いに行きたいとりあえず眉毛こんな感じ。ちょっとバサバサ感出したいのでマスカラはしません。次アイシャドウやってきます。アイシャドウはこれシャネルの秋の新作で、これ絶対買おうって決めてたの。めっちゃ可愛い色でね、ほら見てこれ、もう最高じゃない。もうザ秋っていう感じのカラーバリエーション。秋のシャネルのコレクションって白黒がテーマになってると思うんですけど、これはね完全に白黒のではなくて、もう一個白と黒グレーみたいなカラバリのものもあるんですけど、これはねこう黒に近いとても暗いこっくりした色がね揃ってるんですよ。バーガンディにブラウン、カーキにネイビー、最高です。はい、今日使うのはこの3つを使って赤みの強いアーストーンメインに作ってあげて、ちょっと先に塗りやすいようにこれの一番この明るい色でちょっとベースを作ります。これほんと便利な色なんだよね。何でも使える。まぶた全体にくすみを与えるというか、影を軽く作ってあげます。エコツールスのブラシを使ってこのカーキをのっけていきます。ほんといいツヤ感。この二重の幅の間のところとちょっとはみ出気味に入れていきます。
感じです。ふんわりつけるとこういいツヤ感というか透明感が出てね、ほんと綺麗なんですよ。そしたら細い方を使ってバーガンディを取っていきます。この目の下ちょっと思い切った感じで入れていきます。次にこのブラウンを、ウォーターラインに入れていきます。このひと手間でだいぶ抜け感が出ると思います。こちらも秋の新作で購入したものなんですけど、スープのカラーインクリキッドアイライナー103カーキ色ですね。こちらでラインを引いていきます。このねダブルパンチが可愛いんですよ。スープのカラーインクアイライナーあんまり使いこなせてなかったんですけど、買った当初このシャネルのを使い始めてちょうどカーキと馴染む色合いというか、まあ緑なんでねカーキがっていうのもあるし、あとスープのライナーの方がちょうどいいツヤ感とメタリックすぎないけどこう上品なツヤめき方をしてくれるのと、あとちょっとこっちの方が緑っぽいんですよね。それがちょっとねアクセントになって可愛いんですよ。次はマスカラをしたいんですけど、ちょっと控えめにしたいと思います。こうアイシャドウがガツンとしてるんで、上はほんと上げるだけにして、下をアイシャドウと同系色のバーガンディのマスカラをつけていきます。マスカラはキルラッシュのロングカーリングのローズブラウンを使ってまいります。下だけね引き算メイクでございます。最後にアイシャドウのバランスだけちょっと調節します。やっぱさ、目の大きさは変わったけどこの幅はそんなに結局広くなってないから、やっぱりアイシャドウでぼんわり膨張させてあげることがやっぱキーかな。デカめの私の場合だけどね、こう二重幅が広がったからこのね幅は大きくなったんだけど、二重幅だけに塗っちゃうとやっぱりちょっと引き締まって見えて、やっぱもともと小粒アイズだから小粒アイズのアイシャドウの塗り方は変わらないかなっていう気がします。これでアイメイク完成です。チークはローラ・メルシエのジンジャーを使っていきます。抜け感がキーワードなので、そんなに主張を強く入れたくなくて、このほんと顔を削る感じ、ここの三角ゾーンというかここの辺からずっと横に入れて顔削ります。リップは RMS ビューティーのアンミステイカブル、秋コスメじゃないけどこれ塗ってきます。こういうちょっと黄みがかったさベージュがやっぱ一番顔になじむよね。このバランス、そうこれを持ってきました。完成でございます。完成じゃない、ハイライトしなや。ハイライトはメイクアップレボリューションのローズゴールドグローのベースにねちょっとピンクっぽい感じ入れてるので、このピンク側のこっちの色をちょっと控えめに入れてきます。ちょっとね抜け感メイクなので。完成です。いい感じ。じゃあ髪の毛やってきます。はい、髪の毛やってきました。いかがでしょうか。ちょっとウェイビーな感じに仕上げてみました。はい、あんまりね最近髪の毛グリングリンにすることがなくて、ストレートアイロンで毛先ヒュッヒュッヒュッってやるぐらいで時短で終わらしちゃってるんですけど、たまにはねやっぱグリングリンにするのもいいよね。せっかくロングだし。はい、今回のメイクのポイントは、最初にも言いましたがこの
スックのアイライナーとシャネルのキャトルの新色アイメイクにかなり重きを置いているので、チークとリップはカラーのトーンを下げて下メイクをしています。今後もねこの新しい目でいろんなルックいろんなメイクをしていきたいと思いますので、なんかこんなのが見たいよっていうのがあったらぜひコメント欄で教えてください。それでは次回お会いしましょう。 See you next time!